豊かさなんて感じる必要ないんです。すでにあるなんて思わなくていいんです。たった一言を叫べばお金の流れって変わっていくんですよね。こんなお話をしていきたいと思います。で、お金の悩みって誰しもあるものじゃないですか。もっとあったらなーってみんな思いますよね。私もありますしね。で、そんな状態で、そのお金の不安とか悩みとかっていうところを解決して、でさらには現実でももっともっと自分の望む収入を得たりとか、それ以上の豊かさを得てもっともっとハッピーになっていく、そんなような方法があるんですよ。でまずそのお金に関してみんな例えばすでにあるとかね、豊かさはすでに私のものだ、宇宙にあるから大丈夫だみたいな話って結構聞くじゃないですか。自己啓発の世界、潜在意識の世界、スピリチュアルの世界、いろんなところで聞くと思います。でもそうは言ってもぶっちゃけ目の前にはお金ねえよって思いません？そうなんですよ。で銀行口座見ても、いやーなんか少ないなとかね、クレジットカードの請求やばいなとかね、いやー欲しいもんありすぎてお金足りないよみたいな、もうこんなのがずっともう日常茶飯事なわけですよ。だからお金はすでにあるって思えば思うほど、意外と現実と理想のギャップっていうところに苦しむケースもあったりするんですよ。ただもちろんいつもお伝えしているように、お金はすでにあるとかね、豊かさを得続けているっていうに、現在進行形で唱えたりとか、今ある状態で過ごすっていうことができれば、それに越したことはない。それがもちろん一番いい。これは最高です。でその臨場感を持って過ごしたら、現実世界でも勝手に豊かになっていくわけです。だけどそうもいかない日もあるじゃないですか。で人間だから気分の浮き沈みって絶対あるし、どうしても落ち込んじゃうなって日あるじゃないですか。現実を見てしまう日もあると思います。でそんな時に、いやいやお金はすでにあるんだ、だから大丈夫だって無理やり思おうとしても余計にきつくなるだけじゃないですか。だからそれはそれとして、今回は別のアプローチを提案したいなと思います。そもそもお金が欲しいなって思う理由、これお金以外でも OK です。夢、恋愛、健康、何でもいいんですけど、願望ってあるじゃないですか。でそれが欲しいなってすごい渇望しちゃう理由って何かっていうと、例えばお金の面で言うと、お金欲しいなって思ってるってことは、あなたにとって、私にとって、我々にとって、お金がある世界線の方が正しい世界線だってわけですよ。だってお金がないのが普通、お金がなくてもいいと思ってたら、そもそもお金欲しいなんて思わないわけですよね。だけどお金欲しい、こんだけ少ないのはおかしいと思ってるってことは、お金がある豊かな、もっと豊かな世界線の方が正しいわけです。もっとお金がある世界線にいるはずだった。だから今の状況に違和感があるし、もっとあったらいいのにと思うわけです。つまり我々の中のポテンシャルとしては、お金を引き寄せる力自体はすでにあるよってこと。ポテンシャルはすでにある。正しい世界線、本来私たちが属する豊かな世界線に戻りたくてしょうがないよっていう気持ちがある。これがポテンシャルの表れだから、ある意味ではお金はすでにあるっていうのは、そういう意味では正しいかもしれないですね。じゃあその力、ポテンシャルっていうのはどうやって引き出すのかっていう部分なんですけど、でこれは私もやってめちゃめちゃ気分上がって、めちゃめちゃなんかいけそうだなっていう風な感じで、もう巡り巡って自己肯定感上がる、自己効力感上がるみたいな状態になっていったわけですよ。なのでこれ結構おすすめです。無理してお金はすでにあるとか豊かさはここにあるって思って苦しくなるぐらいだったら、こっちを唱えた方が逆に早いみたいなケースもあるんで、その時の気分とかね、その時の状況に応じて使い分けてみていただくといいかなと思うんですけど、めちゃくちゃシンプルです。お金欲しいって言うだけ、なんだそれって思うじゃないですか。でもこれね、嘘だと思って試してみてほしいんですけど、お金欲しいって、感情を込めて全力で叫んでみる、ちょっとねマンションとかで叫べないよっていう方は布団の中に埋もれながら叫んでみてほしいんですけど、これやった瞬間ってめちゃくちゃなんか体の中から熱が出てくるというか、気分が高揚するというか、ワクワクするっていうか、その瞬間ってテンションバンって上がるんですよ。これ気分上がるんですよね。これが効果的なんです。で人間の潜在意識っていうのは臨場感が高いことを現実化していくので、気分が上がった、一瞬でもお金欲しいっていうと、もうそのお金に対するエネルギーとかモチベーションが上がるわけじゃないですか。その状態が臨場感高く持つことができれば、そっちが現実化していくんで、最初のきっかけ作りとしてはめちゃくちゃいいんですよ。お金ないなお金ないなって言ってると、お金がない状態を刻んじゃうんですけど、でもお金が欲しいってことは豊かさにフォーカスを当ててるわけじゃないですか。ってことはその豊かな方向に連れて行ってくれるわけです。お金欲しいって言って豊かな世界線へのトリガーを引いて、でその後に私は豊かだとかすでにあるっていう風に重ねて思うことで、よりそっちの世界線、正しい世界線へ戻る力が強く働いていくわけなので、これ最初のねきっかけとしてやってください。で今日この後一回やって終わりじゃなくて、ぜひ気づいた時とかちょっと気分が落ちちゃったなっていう時にも思い出した時にやってほしいんですけど、例えば朝起きた時にいやーお金欲しいなと思ってテンション上げるっていうのもいいし、
一日疲れてお風呂に入ってリラックスしている時に、はあやっぱお金欲しいって思うのもいいと思います。で寝る前にお金欲しいぜっていうのもありですよね。でこうやっていくと、いつもはお金ないなお金ないなお金ないなってマイナスな方向に向いていたものが、お金欲しいっていうプラスの波動、波動って言っちゃうと、スピリチュアルっぽく聞こえちゃうかもしれないんですけども、そのプラスの方向に潜在意識を持っていくことができるので、豊かさを引き寄せる土台ができるわけですよね。そうしていくと、お金とそのお金に対するポジティブ感情、プラスの方向への潜在意識のチューニングっていうのが合っていくわけです。でこれ何がいいかっていうと、嘘つかなくていいってことなんですよ。でお金すでにあるっていうと、なんかすごい嘘ついてるような感じるじゃないですか。口座残高見てもねえよ、クレジットカードの請求多すぎてお金ねえよって思うじゃないですか。でもお金欲しいって正直な気持ちなので、素直に言えたりとか気分が楽なんですよね。であと言った後にスッキリするっていう効果もあります。ここがね大事なんですよ。唱えて罪悪感とか唱えて違和感があるものって結構マイナスな方向に働く傾向があるので、その例えば、瞑想とかして、トランス状態とか変性式状態とかいろいろ言うんですけど、そういうね妄想モードに入った時はお金あるんだすでにあるんだと思うと加速していくんですけど、この今顕在意識現実世界に意識を投影している時っていうのは、やっぱりどうしてもその違和感が残ってしまうケースもあるわけですよ。でそこでお金欲しいっていうのは嘘をつかずにプラスの方向に持っていくことができるんで、これめちゃめちゃ強力なんですよね。で実際これやっていくと本当にお金に関するアイデアが浮かんできたりとか、思わぬところから収入のチャンスっていうのが舞い込んできたりとかで、あと無駄遣いが減ったりもしますね。これ別にいらんかったなみたいなっていうふうにお金の使い方が上手くなって、結果的にお金増えていきますよみたいな形で、いろんな方向から自分の資産とかね経済状況っていうのがプラスになっていくためのアイディア、ご縁、チャンス、情報っていうところが舞い込んでくるようになるわけです。なぜかっていうと、脳はチューニングを合わせた方向に対して情報をインプットする、キャッチしてくれる特性があるから。これラス機能とか言ったりするんですけど、そういうのが働くからどんどんお金の循環が良くなっていく状態が作られていくわけです、勝手に。そうだから最初からね無理してねあるって思わなくても、お金欲しいんだっていう欲求から始めることによっても潜在意識ってプラスの方向に持っていけるので、ぜひ試してみてほしいなというふうに思います。ここでお知らせです。ただいま概要欄、プロフィール欄の URL から潜在意識と願望実現についてより詳しく解説している願望が叶え続けるロジカルな潜在意識の授業プラス8大特典をご用意しております。1、引き寄せ心理学実践ライブセミナー。2、夢を叶える潜在意識活用限定ライブセミナー。3、潜在意識を活用して幸せなお金持ちになるためのライブセミナー。4、最高の人生を引き寄せる5理論 &8 つのセルフイメージ構築テンプレート。5、潜在意識を活用して最速で夢を叶える方法をまとめ音声ファイル。6、お金のブロックを外す実践的ワーク7選。7、最速で夢が叶ってしまうビジョンボードの作り方。8、人生を一瞬で変えるセルフトーク攻略マニュアル。これらをお届けしておりますので、ぜひ合わせてゲットしてみてください。それでは今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。もし1ミリでも参考になった部分がありましたら、チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。